聞いてください皆さん。この前ね、僕は東京のカフェでお茶を飲んでました。友達と一緒にいました。メキシコ人ですね。英語で話していました。そこで好きな映画の話になったんです。僕の好きな映画何かなって。で、僕がこの映画好きだよ。僕この映画が好きって言ったら、その人が That's disgusting 最低最悪って言ったんです。それを聞いて僕は面白かったです。はい。こんにちは。OK ジャパニーズです。このポッドキャストでは N4、N3、時々 N2 ぐらいの日本語で話しています。リスニングにおすすめでございます。今日は自分の意見を言うことについてお話しします。今日のトピックは自分の意見を言うことです。ちょっとお茶をね飲みながらゆっくり話しましょう。ではその映画の話、その人に最悪って言われて面白いなと思ったんです。僕が言った映画はディカプリオ、レオナルド・ディカプリオの、ウルフ・オブ・ウォール・ストリート、ニューヨークの昔の話です。昔のもうお金性欲、薬、そういう、昔の男っていう話です。それはね映画だから面白いなと僕は思ってたんですが、その人は女性ですが、そうやってね最低何がいいのあの映画、そうやって言うのが自分の意見を言う、自分の意見をまっすぐ伝える。それをね聞いて僕はねどう思ったか。最初はなんで何がいいじゃん、あの映画面白いじゃん、本当の話じゃないよ、本当の話かな、いやわからない、でも映画だよ、作り話、作った話ですよ、そう思ったんです。そして2つ目の僕の気持ちに、2個目に僕が思ったことは人の意見を言うこといいなと思ったんです。相手のことを考えすぎない、自分の思ったことを言う、私はこう思う、僕はこう思う、それを言う、それがね気持ちいいって思ったんですよ。最低って言われて気持ちいいってなったんですね。別に僕はそういうことを言われるのが好きなわけではありません。それはねここに宣言しておきます。そういうことが趣味の人間ではございません。なぜ僕が気持ちいいと思ったのかというと、僕はそういうふうに話せないからです。僕は自分の意見をまっすぐ言わないからです。これは日本人だからなのでしょうか、日本で育ったからなのでしょうか、わかりません。日本で育ってからそういう環境が影響している、その環境があったからこういう性格なのでしょうか、
そう思うのでしょうか。それは分かりませんが、とにかく僕は言えません。その場合僕だったらどうするだろうか。僕だったらどういう反応をするか考えてみました。多分こう言います。この映画が好きなんだ。へえ、そうなんだ。あの映画面白いよね。どこが好きなの？その映画のどこが好きなの？という反応をすると思います。そうすることで僕はその人がどんな人なのかを知りたい。その人がどんなところが面白いと思うのか、その映画のどこを面白いと思うのか、それを知るとその人の性格が分かります。その人の性格が見えてきますね。だからもし僕がそこで最低、何それ、最低って言ったらどうなるのかなって考えました。多分言われた方はって思うと思います。それにはまた理由があります。一つ理由は言う人のキャラクターが関係しています。どんな人が言うのか一つ、どんな人が言うのかが一つ、二つ目はどんな言い方で言うのか、どんな伝え方なのかが大切です。もしね、その人がこういうふうに言ったら悲しい気持ちになると思います。最悪、最悪、最低って言われたら、辛いなという気持ちになります。でもその人のキャラクターは明るい、強い、まっすぐ物を言う。負けねえ、誰にも負けないぜ私は。そして2つ目の言い方はもうまっすぐね、最低、そういう言い方なのでキャラクターに合っている、そのキャラクターに合っているから面白いと思いました。嫌な感じがしない。ポジティブでもないけど、なんかなんて言うんだろうね、嫌な感じはしない。暗い、ジメジメした、水が多い、ジメジメした、ジメジメした陰湿な、暗くて湿気た陰湿な雰囲気はゼロ。太陽のような乾いた太陽、もうまっすぐポーンと意見を言う、そういう雰囲気なので僕はまっすぐ意見を受け止めることができました。面白いなと思いました。はい、そういう話でございます。これはね、皆さんいろんなコミュニケーションの方法があるので、それぞれいい悪いはございません。いい悪いは一つもございません。はい、そうですね。で次のトピックなんですけど、これも日本人の性格とか日本の社会のルールが影響している、関係している話です。この間ね、夜にもう10時ぐらいかな、
夜の10時にコーヒーを飲みたくなったんですよ。コーヒー飲みたいなって。でもこの時間にやってる店が全然ないですよね。普通ないですよ。いくら東京に住んでいてもないです、そんな店は。はい、たくさんない。でも自転車で行けるところにあったんです。自転車で10分ぐらいのところにあったんですよ。そこで僕はラッキーと思ってスペイン語の勉強をしよう、その店でコーヒーを飲みながらスペイン語の勉強をしようって、そして夜自転車で東京の街を走って着きました。駅からは離れていて家がたくさんある狭い道、狭い路地にこんなところにお店があるんだ。どこだろうお店、どこだろうお店、それぐらい、わからない場所にあって、扉はね木の扉があるんですよ。でそこに、明かりがついてね、温かい明かりがついて、中で少しお客さんもいる。あ、ここだここだ。そして僕は扉に手をかけた。そしたらそこには紙が貼ってあるんですね。そのお店の人が書いた紙です。そこにはルールが書いてあるんですね。ルール1、このお店は写真は撮らないでください。撮ってもいいけどできれば撮らないでくださいって書いてあって、ルール2、90分90分でお店は出てください。それ以上お店にはいないでください。そしてルール3、一人一つは注文してください。二人で来たら二つは何かを注文してください。三人で来たら三品ね。僕はそれを見て、ルールが多い店だ、行くべきか行かないべきかと少し考えましたが、もちろん僕はコーヒーが飲みたい。ここまでチャリで来た、自転車でやってきた。意を決して扉を開けました。ギギギギギギカラン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 。お店は温かい雰囲気で一人の人がやっている、一人のマスターが営業しているお店です。いらっしゃいませ。そしてお客さんも2人の人がいました。2人の人が静かにお話をしていました。静かにお話をしている。そして僕はこんばんは。いつもより丁寧に言いました。こんばんは。もうすでに僕は少し緊張しています。この店はルールが厳しい。変な動きをしないようにしよう。普通のお客さんを演じよう。そう思って、入りました。でもお店は木のね机に木の椅子があって、昔の日本の家、昔ながらの家にモダンなアンティークやモダンな家具があって、美味しいケーキもある、そんな風に書いてありました。そして僕が席に着こうとするとお店の人が「こんにちは、閉店の10分前にお会計していただきます。閉店10分前にお会計になりますがよろしいですか?」僕は「はい、もちろんです」そう答えました。はっきり答えました。
もうかなりの緊張感、筋肉も硬くなり、よし、ここではルールを守りながらお店の人を怒らせないようにしよう、そういった気持ちで僕はメニューを開きました。ペラ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 。いろいろなコーヒーがあります。スペシャリティコーヒーでしょうか。美味しそうなコーヒー、こだわりのコーヒーが並んでいます。一杯600円、700円、4ドルほどでしょうか。 US ドルなら4ドルほどでしょうか。そしてラッキーなことにディカフェ、カフェインレスもありました。私の大好きなディカフェがございました。そこで私はすいません、ディカフェください、そう言いました。かしこまりました。店員さんは、コーヒーを作りにキッチンへと戻っていきました。このお店ではパソコンなど絶対にしてはいけない。パソコンを開くなんてダメだ。あともう一つしてはいけないことはビジネスの会話でしょう。ビジネスの商談をしたり、例えばオンラインレッスンをしたり、それはもうダメでございます。そんなことは絶対にしてはいけません。このカフェの雰囲気が乱れてしまいますからね。絶対にダメ、それは。写真をねパシャ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 、僕みたいにね Vlog なんてしては絶対に YouTuber なんて絶対にダメだ。 YouTuber であることは絶対に隠さなければいけない。僕が YouTuber であることは絶対にこのお店の人にバレてはいけない、そういうルールもあります。もうねあれですよ、Netflix の映画みたいな、なんとかゲームみたいな、イカゲームみたいなね。そして僕は本をね取り出してスペイン語の勉強をし始めました。本を読むのが多分一番そのお店で正しいお客さんなんじゃないでしょうか。このお店での一番のお客さんは多分コーヒーを純粋に楽しむ人、コーヒーを飲みたい、コーヒーを飲みにやってきて静かにコーヒーを飲む、こだわりを分かる、こだわりのスペシャリティコーヒーを飲み干す、そういうね人、それ1位ですよね多分。このコーヒー屋さん2位ぐらいに本読む人、本を読んで静かに本を読んで、多分小説でしょうね。小説を読んで村上春樹の小説を読んで海辺のカフカを読みながらカフェラテのコロンビアの朝入りを飲んで、やっぱり朝入りだな。夜でも僕はたくさん飲める。カフェインは別に効かないです。別にカフェインを飲んでも眠くありません。なぜなら僕は文学少年だから。面白いな村上春樹。そういう人が2位にいるでしょうね。僕もね本は読んでますけどスペイン語の勉強だから3位ぐらいかな、3位4位ぐらいかな。はい、冗談ですよ、これジョークですけど、ちょっと冗談なんですけど、そしてね持ってきてくれました、カフェインレスのコーヒー、おいしかったです。ただちょっとねカップの持つところ、カップがあって持つところありますよね、指で挟むところ、それがめちゃくちゃちっちゃくて小さすぎて全然持てない。でも暑いから両手でこうなんとか持って、美味しいなって。あれはどういうことなんでしょうか。何のなんかそういうあれはもうこだわりなのかな。多分こだわりだと思いますよ。多分こだわりね。ただめちゃくちゃ美味しいんですよやっぱり。めちゃくちゃ香りがあって
本当に美味しいコーヒー。ディカフェなのに。それで美味しくなかったらやばいですからね。正直言ってね。それで美味しくないコーヒーはやばいコーヒー屋ですよ。はい。で、その人が豆をひいてガガ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 ーンって音が鳴ってガガガガガガ、ちょっとうるさい。ちょっと大きい音が鳴りますよね。その時にちょうど別のお客さんが話しかけました。店員さんに「すいません、なんとかなんとか」でも豆の音がガガ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 、大きい音で、よくわかりません。そしたら店員さんが「すいません、今音が鳴っています。今音が鳴っていますので少々お待ちください」。僕は思いました。確かに音が鳴っている。確かに鳴っているさ。普通日本だともうね、鳴っててもすいません、何ですかって聞きに行きますよね。何でしたか、何でしたか、そうですか。それがメジャーね。いいか悪いかは置いといてメジャーです。マジョリティはそれです。だけどもうその人は全然違う。今音が鳴ってます。すいません、今音が鳴ってます。それで音が終わって、そしたらすいません、今音が鳴っていましたんでと言って話しかけました。お客さん、そしたらお手洗いどちらですか、トイレはどこですか。それでね、案内したということなんですけども、これはね、そういうお店でしたということで、ルールがすごいお店。これはね、なぜなんだろうと僕は考えました。なぜそんなにルールが厳しいのか。多分一つはその人がルールに厳しい人、本当にもう全てルールを作りたい人、こだわりが強い人。二つ目はルールを作らないと守ってくれない。ルールを書かないと言うことができない、その可能性もありますよね。もう言うことができないから、ね、僕のように、はっきりとお客さんに言うことができないから、もうルールにしている。そうすることで、他の人とうまくやっていく、他の人とコミュニケーションを取る、どうでしょうか。この2つ今言ってみて思ったんですが、これルールじゃない、その理由の2個目は違うな。言ってたもんな。バリバリ言ってましたもんね、その人。すいません、今音が鳴ってます、音が鳴ってますって言ってたから、言えるですよね。いや待てよ、言えてないのかな。よく考えてください。これパッシブアグレッションなのかな。本当だったらすみません、音が鳴ってて聞こえないので少し待ってください、ね、これは伝えていますね。でも音が鳴っていますだけだと状況だけを言います。こういう状況です。でも私がどう思っているかは言ってませんね。これをパッシブアグレッシブですよね。だとするともしかしたらその人は言えない人なのかもしれない。あなたはどう思いますか。はい。でも皆さんそんなに心配しないでください。僕は今大げさに話していますから大丈夫です。そんなにね、緊張しなくても大丈夫です。なんか、SNS とか教科書とかで日本のルールはこうだ、誰も教えてくれないルールとか、守らなければいけないルール20とか
聞くと真面目な人は、真面目な人は、もう素直な人はこれ守んないといけないの、やばい、守んなかったらやばい外国人だと思われるみたいな、やばい外国人が日本に来たと思われるって思っちゃうと思うんですね。そんなことはね、そこまで厳しいわけではございません。そんなに厳しくない。ルールをねめちゃくちゃ覚えて全部守ろうとすると、ルールと違う例外が来た時にびっくりしちゃうからね、焦っちゃう。例外が来た時に焦らない、そういう気持ちで日本エンジョイ、日本エンジョイ、日本語の文法をエンジョイしてほしいですね。はい、すいません、ちょっとねそんなことを言ってしまいましたが、ほとんどのこのポッドキャストを聞いている人はそんなの分かってるよ。OKさん何歳だと思ってるんだよ。40だぜ俺は。35だぜ私。32よ私。60歳よ私。80歳よ。そういう方には全く関係のない話でございました。大変失礼申し上げました。はい。ね、今日はそんな日本人の私が感じる日本人の中のルール、そういうものをお話ししました。はい、このポッドキャストはね、トランスクリプトが見たいぞ、そういう人は私ウェブサイトを作ったので、そこでね登録していただけるとトランスクリプトもあり、そしてミニクイズとか、穴埋め問題、それを読むことで復習もできますので、ぜひもし興味がございましたらリンクから見てもらえると、大変に嬉しいです。あとですね、すいません、いろいろ実はね、最近僕、自分と、ある人とコラボレーションであるものを作ってるんですよ。はい、それはね、もっと皆さんの会話の動画なんですね。でもうちょっと簡単な動画になるんですけど、 N5 とか N4 なのかな。そこでね、もう会話でちょっとちゃんとこう日本語を勉強したい、もう少し文法とかを学びたい、そういう人に向けてのものをね今準備しているんですよ、実は。はい、明日からそれの撮影に実は行くんですね。これはね、ちょっと来年ぐらいかな、来年の最初ぐらいには発表できるように頑張りたいです。もっとねこのポッドキャストとウェブサイトだけじゃなくて、もうちょっと基本のところ、ちゃんとしたものを学びたいよ、そういうものが僕持ってなかったんですね。そこを日本人教師の、あの人と一緒に作ってますんで、ぜひぜひ、それもね楽しみにしていていただけたらなと思っています。はい。それじゃあまた次のエピソードでお会いしましょう。